どうも、男中村です。今回はズッキーニのしば漬けを作りたいと思います。しば漬けと言ったらナスをしば漬けにするのが普通なんですけど、ナスとズッキーニって同じように油で炒めたりしたら美味しい、なんか調理法が似てるんですよ。ナスはナス科でズッキーニはウリ科なんですけど、全然仲間じゃないんですけど、なぜか調理法が似てるんで、同じようにしば漬けにしてみたらどうかなと思ったんですよ。そんなわけでしば漬けにしてみたんですけど、これが美味しいですよ。ではズッキーニのしば漬けの作り方をご覧ください。ズッキーニのしば漬けの材料はご覧の通りです。動画の説明欄に書いておきますね。ズッキーニは縦に真っ二つに切ってから5ミリぐらいの厚さで斜めにスライスします。みょうがは適当に細く切ります。ボウルに切った野菜を入れて塩を入れます。混ぜて全体に塩が行き渡るようにします。ジッパー付きの袋です。ここに入れます。すべて入れました。袋を押さえて中になるべく空気が残らないように空気を抜いてからジッパーを閉じます。この段階ではまだ空気が残ってても大丈夫ですよ。汁がこぼれても大丈夫なようにバットに乗せて半日ぐらい置いておきます。ズッキーニがしんなりしたんでまた袋を押さえて空気を抜きます。もうほぼ完全に空気を抜くことができました。このまま常温で置いて乳酸発酵させます。このように袋の空気を抜いてジッパーを閉じたら自然と乳酸発酵してきます。乳酸菌は空気のない環境を好むんですよ。逆にカビとかの腐敗菌は空気が必要なんですよ。だから袋の空気を抜いてジッパーを閉じたら乳酸発酵するんですよ。もうこの状態だったら半永久的に保存ができますよ。それで温度ですけど、真夏のクソ暑い時期でしたら1日か2日で乳酸発酵が十分に進みます。これを仕込んだのは6月の初旬で最高気温が30度にならないぐらいの気温でした。そのぐらいの気温だったら1週間もあれば乳酸発酵すると思います。逆に冬だったりしたら暖房の効いた暖かい部屋に置いておいたら、2週間ぐらい置いておいたらできるんじゃないでしょうか。もう袋の空気を抜いてジッパーを閉じたらもう腐ることはないんで、置いておく期間は長くても全然構わないですよ。話は脱線しますけど、ズッキーニって今では普通に売ってますけど、私が子供の頃は食べたこともなかったですし、大人になってから見かけるようになりました。10年20年前はもっと値段が高くてあんまり売ってなかったような気がするんですよ。それがもう今はもう一山いくらで売ってるんですね。そこで農林水産省のウェブサイトを見てズッキーニの生産量の推移を調べてみたんですよ。平成12年から令和2年までの2年ごとの20年間のデータがこのグラフをご覧ください。これは平成12年から令和2年までの2年ごとのズッキーニの出荷量のグラフです。ご覧のように右肩上がりで伸びてますよね。平成12年の出荷量が1296トンで令和2年の出荷量が1万900トンってもう9倍に膨れ上がってるんですよ。これは令和2年までの数字しか出てませんけど、今令和5年ですからもっと増えてるでしょうね。ズッキーニはそのように今では身近になった野菜ですよね。このようになりました。全体的に茶色っぽくなりました。そしてこの漬け汁の色を見てください。白く濁ってますよね。漬け始めのものと見比べてみると分かりやすいですよね。このように漬け汁が白濁しているのが乳酸発酵が進んでいる証拠です。白濁してない場合はさらに置いておくといいですよ。時間が経てばだんだん濁ってきますから。発酵食品はじっくりと焦らずにやることがコツなんですよ。乳酸発酵したら美味しいですからね、じっくりと濁ってくるのを待ちましょう。赤しそ漬けを入れる前に水分を捨てておきます。水分を捨てる理由は
水分を捨てないと赤しその風味が薄まってしまうからです。赤しそ漬けを入れます。軽く混ぜます。そしてまた袋を押さえて空気を抜いてジッパーを閉じます。あとは1日か2日ぐらい置いて全体が赤しその色に染まれば完成です。綺麗に染まりました。4日も置かなくても色が染まればいいんですけどね、撮影する時間が取れなくて4日経ってしまいました。ではこれをいただきましょう。では完成したズッキーニのしば漬けをいただきます。めちゃくちゃうまいです。あったかいご飯が欲しいですね。今ないですけどね、あったかいご飯。代わりにお茶を飲んでます。お茶とお漬物も合いますよね。もうまるっきりしば漬けです。ズッキーニは柔らかいですね。漬物にしてもナスに似てますね。もし知らずに食べたらナスのしば漬けって勘違いしてしまうかもしれないですよ。それはないかな。色がちょっと違いますからね。しば漬けってナス以外にキュウリを入れるのがスタンダードですけど、キュウリはコリッコリっていう感じの食感になりますよね。ズッキーニは最初も言ったようにウリ科キュウリの仲間なんですよ。でも仲間であるキュウリとは食感が違って、ナス科の仲間じゃないナスとよく似てるんですよ。またこれが不思議ですね。なんでそうなのかちょっと分かりませんけど、とにかくズッキーニはしば漬けにしたら美味しいです。乳酸発酵してるから酸味が出てて、その発酵による旨味があるんですよ。美味しいですよ。お腹にもいいですからね。ズッキーニが今安く売ってますから、ぜひともお試しください。しば漬けっていうのは、しば漬けのしばっていうのは赤しその意味なんですよ。だからズッキーニやナスに限らず野菜何でも赤しそと一緒につけたら言うてみればしば漬けなんですよ。だから他のお野菜でしば漬けを試してみるのも面白いかもしれないですね。今回の動画が面白いとかためになったって思ってくださった方はいいねとチャンネル登録をお願いします。他にもブログ、ツイッター、インスタグラムをやってます。ブログももう10年以上やってまして、今までの全ての情報が YouTube でやってきた全ての情報もブログに行ったら見れますんで、ものすごい情報量ですから、興味のある方は男中村で検索してみてくださいね。はい、今回は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。